こ最近の変化っていうのは自分が何を最初作りたかったのかなとか全部いろいろと遡っていろいろ考え直してみてもっともっと自分の興味を前面に出していったらいいのかなと思ったのが一つです。今まではその形だけで自分のスタイルというかそういうのを自分で決めすぎたこういうふうな楕円の運動をいろいろと重ねてスケッチしてそれをシルエットにしてそれをレイヤーにして重ねてみたいなそういうプロセスに自分自身がとらわれすぎてたかなと。それで作品が説明的になっているとか図式的になってしまったりとかそういう時期がやっぱりあった。で今回のような作品へと移っていくんですけども今回の筆のタッチとかね透明色をハケで塗って色ムラが出ますでそれが透明で向こう側をちょっと透過させます向こう側に光透過させますとかそういう形でできた画面の表情だとかそういうものっていうのは偶然できたもので誰でもできるもので自分がことさらこれをすることはないだろうと一時期思ってたんですけどもそうじゃないだろうと。実際自分が普通に自然に絵を描いてたらこういう表情のマチエルとか色の塗り方ってついついしてしまう。でそのしてしまうことがそれは誰でもできることやから僕は封印しようと思ってたんだけどもそうじゃなくて誰でもできることではないことやなっていうのを最近やっぱり気がついたというか実はこれは自分の強みなんじゃないかというか自分が例えばこの間ね河村記念美術館見たモーリス・ルイスなんかはやっぱりこうステイニングとか言ってこういろんな色をダーッとこう重ねてすごい豊穣な空間を作り上げていくそんなことしてるから僕らが出るうまくないわなとそういうふうに思っちゃうわけですよ。こういう色色面を自由に塗ってっていうそういう仕事をしてると最後にはそういうカラーフィールドみたいな作家がおるしとそういうふうなことも考えちゃうんだけどもでもやっぱり今はやっぱり全然違った形で自分のそのカラーフィールドペインティングみたいなのから学んだ空間性みたいなものを違った形で自分の作品の中に落とし込めるのかなとそのあたりが自由に考えられるようになってきたっていうのがここ数年、です。自分の中でおそらくタブーをいっぱい作りすぎるんだと思います。だからタブーをなくすというかそこをもっともっと解禁していったのが面白いかなと。今までは学校の仕事は学校の仕事絵の仕事は絵の仕事みたいな感じで分けて考えてたんですけども全部つながってるなというかそういうふうに考えるとものすごく楽になったというか楽になってるというか。だから作品作るのが苦痛だった時期もあったんですけどもそうじゃなくって、日常生活の延長線上に作品ができましたみたいなそういう感覚が持てるようになったかなとそういう感じが今はしてます。